夜空に輝く星々、その一つ一つに私たちは古来より意味を求め物語を紡いできました。そして今から2400年以上前、古代ギリシャの地にその星々の輝きにも負けない壮大な思想の宇宙を創造した一人の男がいました。彼の名はプラトン。ソクラテスの弟子であり、アリストテレスの師、西洋哲学の源流にして人類の知の歴史を決定づけた偉大な思想家です。彼の思想は現代に至るまで私たちの世界観、芸術、科学、そして政治に深く、そして静かに影響を与え続けています。今日はプラトンの歴史に迫っていきましょう。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。紀元前427年、アテネの名門貴族の家にプラトンは生まれました。本名はアリストクレス。プラトンという名は広い肩幅から付けられたあだ名だと言われています。幼い頃から詩や音楽、体操に秀で、将来は政治家として活躍することを期待されていました。しかし彼の運命はある人物との出会いによって大きく変わることになります。それがソクラテスでした。アテネの街角で人々を捕まえては、善とは何か、正義とは何かを問い続けた風変わりな老人。彼には著書がありませんでした。しかし彼との対話を通じて多くの若者が自分自身の無知を自覚し、真理を追い求めることの喜びを知りました。プラトンもまたソクラテスの問答法、助産術と呼ばれる対話の技術に魅了され、彼の弟子となったのです。しかしこの死との平穏な日々は長くは続きませんでした。紀元前399年、ソクラテスは若者を惑わし、国家が信じる神々を認めないという罪で告発され、死刑の判決を受けます。不正な裁判だと知りながら国家の法を重んじ、甘んじて毒杯を仰いだソクラテス。最愛の死の不条理な死はプラトンの心に深い傷を残しました。正しい人間がなぜこのような不条理な死を迎えなければならないのか。この問いは彼のその後の人生と思想の根幹をなすことになります。ソクラテスの死後、プラトンはアテネを離れ各地を旅します。エジプトでは幾何学を、イタリアではピタゴラス派の数学や哲学を学びました。特にシチリア島のシュラクサイを訪れたことは彼の人生における重要な転機となります。ここでは理想的な国家を築くための政治改革を試みましたが、当時の権力者との対立により挫折を経験します。この旅はプラトンに現実政治の厳しさと理想を追求することの難しさを痛感させました。紀元前387年、プラトンはアテネに戻り、アカデメイアという学園を設立します。ここは現代のアカデミーの語源になった場所です。学徒たちは数学や天文学、音楽、そして哲学を学び、真理を追求する共同体でした。ここでプラトンは多くの著作を執筆します。それが対話編です。共演、国家、態度。これらの著作はプラトン自身が登場人物となり、ソクラテスが中心となって様々な人々との対話を通じて哲学的な問題を探求していく形式で書かれています。これは師であるソクラテスの教え、そして対話こそが真理にたどり着く道であるという彼の信念が反映されたものです。プラトンの思想の核心はイデア論です。彼はこの世界には2つの領域があると主張しました。一つは私たちが五感で捉える移り変わり、不完全な現実世界。そしてもう一つが完璧で永遠不変なイデアの世界です。例えば、私たちが目にするリンゴは色も形も一つ一つが異なります。しかし、私たちはそれらをリンゴだと認識できます。なぜでしょうか？それは私たちの心の中に完璧なリンゴのイデアが備わっているからです。
この完璧な、そして普遍的なリンゴのイデアこそが、私たちが認識する個々のリンゴの真の姿であるとプラトンは考えました。この考え方は美、善、正義といった抽象的な概念にも当てはまります。私たちが考える正義は完全な正義のイデアの不完全な模範に過ぎないのです。プラトンは哲学の目的はこの不完全な現実世界から脱し、真理であるイデアの世界へと魂を上昇させることだとしました。彼はこれを有名な洞窟の比喩で説明しています。洞窟の中に閉じ込められた人々は壁に映る影を現実だと思い込んでいます。しかしその影は背後で燃える炎と通り過ぎる物体の影に過ぎません。もし一人が鎖から解き放たれ洞窟の外へ出たならば、彼は初めて太陽の光に照らされた真実の世界を目にすることでしょう。プラトンはこの洞窟を現実世界、壁の影を感覚的な知覚、そして洞窟の外をイデアの世界、太陽を善のイデアに例えました。哲学者はこの鎖を断ち切り、真実の世界へと向かうべき存在だと彼は考えたのです。ソクラテスの不条理な死を経験したプラトンは、不完全な現実世界をいかにしてより良いものに変えていくべきかを真剣に考えました。その答えが彼の代表作国家に描かれた理想国家論です。プラトンは国家を人間の魂と同じように3つの部分からなると考えました。理性を司る支配者。彼らは哲学的な知恵を持ち国家を統治すべき鉄人王です。勇気を司る兵士。彼らは国家を守るための防衛を担います。そして欲望を司る生産者。彼らは社会の物質的な基盤を支えます。プラトンは鉄人政治こそが最も優れた政治形態であると説きました。なぜなら真理であるイデアを知る哲学者だけが私利私欲にとらわれず国家全体の善を追求できると考えたからです。しかしこれは決して独裁政治を意味するものではありません。それは知恵と徳を持った者が人民を愛し公正に統治する理想的なリーダーシップの形だったのです。プラトンの思想は彼の死後も脈々と受け継がれていきました。ローマ時代には新プラトン主義として発展し、キリスト教の教義にも大きな影響を与えました。中世の哲学はプラトンの注釈とまで言われるほど彼の思想に深く根ざしていました。ルネサンス期には古代ギリシャの復興とともに再び脚光を浴びます。そして近現代の哲学、科学、芸術、政治、あらゆる分野にその痕跡を見つけることができます。現代に生きる私たちにとってプラトンの思想はどのような意味を持つのでしょうか。私たちが日々触れるデジタル空間、バーチャルリアリティ、これらの世界はプラトンが描いた洞窟の影に似ていないでしょうか。そして AI が持つ知性とは一体何なのでしょうか。プラトンが問い続けた善とは何か、真理とは何かという問いは形を変え、今もなお私たちに、そして未来の世代に問いかけ続けています。プラトンは言いました。哲学とは死を学ぶことであると。そしてそれは肉体の死ではなく、無知という名の死から真の知へと向かう魂の旅路を意味しています。彼が残した壮大な思想の宇宙は決して古びることなく、私たちの内なる知の探求を静かに、そして力強く導き続けているのです。知の巨人プラトン。彼の問いは2400年以上の時を超え、今もなお私たちの心に響いています。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。